おわ、びっくりした。いや、ちょっと声かけてください。黒潤の新福岡はい、そうです。というラジオ、はい、本日出させてもらいますけど、ありがとうございます。これどういうラジオなんですか？これはですね、いつもこんな屋台で飲み歩いてんの？いつもは東京の渋谷で収録をしてるんですけども、はいはい、今回なんと特別バージョンということで福岡でやろうじゃないかという、それに呼んでいただきました。いやいや、もう本当に、ただ本当に福岡で飲みたいっていうメンバーがですね、楽しみに来てますんで、今日も嬉しい。いつもはね、福岡の劇場出てもトランステやってとんぼ帰りするんですけども、今日はもう寂しいでしょ、とんぼ帰りは。新福岡で仕事させてもらって、もう泊まりでという。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。いや、もうこちらこそ。いや、まさかね、今から本番だというのに徳井さんがそんな酒臭いとは思わなかったですよ。45分前にこの現場に着きましてちょっと隣の屋台でいっぱい引っ掛けました。なんであそこで一杯引っ掛ける？ちょっと雲仙さんがまた準備中やったもんでここなんかよく来るんですか、雲仙さんは？いや、僕は実は今日初めてなんですけども、これをご覧の方は多分ご存知の方多いと思うんですけど、花みどりさんという水炊きのお店、東京にも渋谷だったり、新宿だったり銀座だったりあったりするんですけど、そちらの社長が懇意にしている。あ、そうなんや。普段大行列なんですよ。ああ、そうなんや。今日はもう貸し切りということで、特別にパンクの黒潤が来るっつって。いや、もうありがたい限りで、もうこれ貸し切りで、貸し切りで。この辺の屋台すごいもんね。美味しかったですか？美味しかった。セセリ美味しかった。今から食いますけどね。そうでしょうね。大丈夫ですか？いや、なんか何も頼まへんのもあるけど、焼酎と、まあね、はい、セセリを。じゃあちょっと今日はよろしくお願いします。はい、ちょっと中のこの雰囲気とか、はい、ちょっと一回チラッと。この辺もチラッと。この雰囲気がいいですね。もう絶対に美味しいでしょ。うわ、おでんもなんやねん、もうめちゃくちゃうまそうやんこれ。あとすみません、よろしくお願いします。お願いします。すみません、今日もありがとうございます。ここの席に座るとちょっと足の置き場がね、ふわふわしちゃうという。タイヤが屋台の感じがいいね。そうなんです。この雰囲気がまたいいんですよ。これいいや。はい。1月の7日ですね。7日だったらもう開けましたねって言わなくていいか。どっちかなってくれた感じです。あ、社長も最初からいらっしゃるんですか？徳君が出て、徳井さん出てきて、はい、皆さん音声系 OK ですかね？あれです。はい。じゃあ最初黒さん一人喋りになります。開けましておめでとうよかな。はい。一応ね。皆さん明けましておめでとうございます。パンクブーブー黒瀬でございます。この番組は福岡県民代表の私が福岡は日本の3番手という知能を確固たるものにすべく、ゲストが来てもお構いなしに福岡をひいきするラジオ新福岡です。皆様本年もよろしくお願いいたします。さあ、ということで、2025年始まりましたけども、一発目の放送、なんと今回すごいんですよ。スペシャル回で福岡中洲の屋台雲仙さんを貸し切りで、すみません、2025年一発目の放送はなんと福岡天神の屋台雲仙さんを貸し切らせていただいて収録しております。この番組は KBC ラジオ放送後音声配信アプリスタンド FM でも配信を行います。詳しくは番組の後半で。さあ、この後いよいよゲストの登場です。一応この番組の決まりとして出身地だけ言っていただいて自己紹介していただきたいです。はい、お願いします。本日のゲストはこの方。どうも、京都出身、徳井です。京都だわ。福岡大好きなんで、もう私はもう。いや、嬉しいです。今日はもうたまたま福岡にいらっしゃって、はい、劇場でね、今日出番でね。出番でね、はい、我々新福岡 KBC スタッフがですね、誰かビッグネームはいないかと。私もいろいろ出したんですよ。じゃあ、この人はどうだ、あの人はどうだ、福岡収録に。全部やっぱりノー。剣坊田中ノー。いろいろ出してもノーが続いて、特訓で OK が出た。ありがとうございます。それはもう黒潤のためなら。うわ、嬉しい。はい。しかももう劇場で、劇場3回出番やって、俺もう1回目終わったぐらいからもうずっとそわそわしてましたから。もう今日黒潤と屋台やなーっつって。嬉しい。花みどりの社長さんもいらっしゃいます。トリゼンフーズのカーツ社長、そしてお友達の方もいらっしゃるということで、社長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、もう今回はね、スペシャル回、この雲仙さんはですね、カーツ社長がもう
おすすめのほうぜひとも行ってくれっていう屋台なんですよね。そうですね。ーはい。もうここがおそらく僕の中では福岡ナンバーワンじゃないかなとおー思ってますそうんで、ぜひここにちょっと来ていただきたいというのをラジオでもはいずっとお話しさせてもらってて。ですよね。はい花緑の社長が一番だっていう、この屋台ですから。味にうるさい社長がっていうことでしょ。味にうるさいし飲んだらうるさいしお湯はうるさい社長が、はいおすすめの雲仙さんですからね。はいはいははい、だからもう今回は花緑プレゼンツ新福岡グルメのスペシャル版ということで皆さんにお伝えしていきたいと思います。さあとりあえず乾杯しましょい。ちょっといいですか。うね。まずは瓶ビールいきますかね。あ、特に違うのいきますか。ごめんなさい。いいですよ、もう好きなの頼んでください。芋お湯割りで、この季節はやっぱりお湯割りをいただきたいっていうのは渋いね。ですね。福岡、博多ははい一杯まあ何でもいい目ですこれみたいなのあんの？やっぱり瓶ビール。朝日がいいですかね。まあ、けど結構やっぱ瓶ビール飲む方多いですああね。そうなんや。で屋台って基本生ビールがあんまりない。全部で。ああそっかそっか。はい。だからやっぱ瓶ビール。いやこれ瓶が瓶でうまいからね。うまいんですよ。俺下手したら瓶ビールの方が好きかも。なんか味わいが。雰囲気もありますしね、うん瓶ビールっていうね。ちょっとグラスにこの瓶ビールの先っちょの瓶が当たる感じとかあね。あ、いいですね。いいよね。さあ、こちら川津さんの社長のお友達の方はどういった方が来られてるんですか？はい、うちの会社のですね、アドバイザーをしていただいてる、はい西浜さんになります。お西浜さんがまたね、ロン毛のアドバイザー。ロン毛で、ロロン毛のちょっとこのカールとウェーブというか、すごい綺麗な髪質ですね、なんか。ロン毛で迷彩だからもう目立ちたいのか目立ちたくないのか。さあ、そしてそのお隣にいらっしゃるのがまゆさんっていうはい、よろしくお願いまします。ゆさん。はい、ライターをしております。あ、ライタライターーさん。をされているということでね。まゆはどのタイプのまゆですか、漢字は。ひらがなですか。真ん中の間に自由の湯で。ああ、真ん中のまに。ああ、はいはいはい。一番いい眉ですね。はいありがとうございます。ねえ一番いい眉。一番いい眉じゃないですか。ごめんなさい、そういう適当な酒場トークすんの。一番いい眉とかないやろ。あ、すみません、ありがとうございます。トークじゃないです。ラジオトークしてるんです。乾杯。乾杯お疲れ様です。ちょっと音。あ、じゃあ、はい、じゃあどうぞ。はい。ああー、うまい。あー、うまい。よかった、昨日2時で切り上げて。美味しい。 2時まで行く、それでも2。時まで行っちゃいましたね。元気やな。社長が昨日多分30時ぐらい。社長。いやいや、そんなに遅くなかったと思います。ほんと飲むよね、福岡の人。なんででしょうね。なんでなん。絶対後悔してるんですけどね、次の日。うなんか飲むんですよ。さあ、ということで、トップ、はい。雲仙さんで何かメニューちょっといろいろございますよ。いや、これ魅力的なのいっぱいあんねんけど、はいやっぱりちょっとこれ、社長のおすすめみたいな。確かにやっぱり知ってる人のおすすめがいいんちゃうかな。社長どうあ、ですしょうみません。餃子手作り餃子、はい600円。いや、いいですね。と、明太卵焼きはいはいはい、ね、はい明太卵焼きね。シンプルな。と小柱アスパラバター。小柱アスパラバター。おー渋い。うんうんじゃあその3種を。その3種いただきましょうか。はい。あ、牛下がりステーキもいいですね。行きましょう。はいはい。あ、豚バラ食べてほしいな。徳井さん。あ、豚バラうまそやっぱり福岡の焼き鳥といえば豚バラなんですよ。う。そうらしいね。はじゃあ豚バラもお願いい。いします。いですか、豚バラも。すいません。じゃあ豚バラ食べる人。ほら、大人気。すごいでしょ。豚バラなんや。 2、4、6本。はい。おすすめもちなみにボードに。あ、ちょっと字が見えない。嘘やろ。ちょっと目が最近めっちゃうまそうなるな。ベーコンとキャベツのスープにめちゃくちゃ美味しそう。あ、そうね入り銀杏ください。あ、すみません、牛下がりステーキって言っちゃったんですけど、ホルモンにしてください。はい。じゃあ餃子と明太卵焼き、はい小柱アスパラバター、マガがあるので、銀杏とホッマーで。わあ、すごい。今の一気によう覚えはるな、ほんまにさす。がですよ。あと、こちら、おでん。ちょっとおでんもな、やっぱりな。はい。おでんもやっぱりね、やっぱ地方によって味も違うじゃないですか。はいあと、徳井さん、この餃子巻きって知らないんじゃないですか。知らん。これ福岡はスタンダード。福岡はね、餃子巻きっていうおでんはスタンダードなんで、ーぜひちょっとこちらも食べていただきたい。あーいただきたいです。おでんもちょっといっちゃいますかね。
せっかくですから、もう社長もはい。なんかおでんなんか行きましょうよ。福岡といえば餃子巻き、餃子巻きはい、行ってほしいですね。ですよね。このなんか丸天とか。ネギタコ天とかもなんか割とあんま見たことない。確かにネギが入ってるタコ天ってことか。ですね。丸天ねそれですか。うわいや、うまそう。それも、じゃあ、じゃあ徳井さんはネギタコ天と餃子巻きを。を。こうやって決められる勝手にメニューを決められるのが福岡県民のちょっとやっぱ嫌がる人は嫌がる押し売りな。押し売りですね。九州の押し売りな。そうなんですよね。それがちょっとやっぱり良くないなと。まあ、いや、でも、間違いないから、結局。うわあ、うまそう。この出汁がまた徳井さんね、また京都出身とかだったらやっぱ京都もおでんは美味しいですからね。まあだしに関してはね、ちょっと京都人はやっぱり。福岡は、はいなんか静岡おでんとかあるやんか。はい。で、特に福岡は、なんか、だしがどうとかって別にないのよ。これはどうなんですか。あごだしですか。昆布とカツオ。まあけどそれなんかいろんなところによってねそっかそっか。違いますよね。だしいただいていいですか。いただいてください。さあどうでしょう。あー、うま嬉しいい。これがね。あー、もう何もする気がなくなる。いや喋ってください。この出汁で焼酎割ったりしますから。あ、これいいね。ちょっと餃子巻きいっちゃおうかな。俺いってください私は。餃子に、いわゆる天ぷらというか、そうです。あれが。これが巻いてあるのが餃子巻き。いかがでしょう。人生初餃子巻き。うん、うまっ。うわ。うまいでしょ。え、なんか中トロットロやねんけど、餃子の皮がこうトロトロになってんじゃん。うんまっ。いいですよ。ちょっと俺もおでんこう。うん、うまい。あれやっぱ丸天ですね。丸天とすいません、うまっ。牛すじ。うまいわ。このネギタコ天を僕もちょっと食べたいです。普通にラジオのブース入ってたらさ、はいなんか喋って間つなごうとするけど、はい。こう屋台にいるとなんか黙るとき黙ってまうよね。そうです。こう目がね、目がこういっぱいこう見るとこがたくさんあるんでありがとうございます。ねまあけどこれうまい具合に編集していただいて、綺麗出汁がね、やっぱ美味しい料理って美しいよね、やっぱねね。何年ぐらいやってらっしゃるんですか、ここは。うわえ。 2代目っていうのはお父さんとか。あ、そうですか。受け継いで。だからね、大変ですよ。下コンクリートですからね。確かにな。ですよね。そうか、夏は夏で暑いし。どっちがきついですか、暑いのと寒いのと。暑いが辛い。そうやわな。寒いのはなんとかこう着込んだりなんかしてね、いけますもんね。うんうん。火も使ってますからね。意外に屋台の中ってあったかいですよね。そうか、夏は辛いですね。確かに。筋と餃子店お願いします。もうここの屋台を継ぐっていうのはもう一択やったんですか、継ぐっていうの。あ、違うのも考えてた。継ぐつもりは全くなかった。あ、全くなかったんや。飲食業ではあったんで、はいはいはい。親父が体調を崩したんで、あ、じゃあ継ぐ前から飲食なさってて、そうか。ほんでじゃあもう親父さんが体調崩して俺がやんなきゃっていうことで。しょうがなく戻ってきたんで。だけどそのおかげさまでね、こうやって屋台の文化っていうのは受け継がれていってますし、やっぱ引き継いでくれる人がおらんとね。そうなんです。これが今ね、誰でも引き継げるわけじゃなくなってきましたから。自分で終わりだ。あ、そうなるんですね。後には触れないので、ほら今の大将がここを引退するってなったら、もうこの場で屋台をやる人はもう。ここはですね、一旦開業になって、そうなんです。で昔は新たにやる人募集する。そうなんです。あ、でもマスは決まってんねや。はい。で、今はそうやってこう、なんて言うんですかね、そういうシステム公募で公募公募でね、そそれで雇ってっていう。そうだからか。こ
僕がじゃあ手挙げて雲仙をやりたいですって言ってもやれないですよ。うん他の人にはやれないですよね。なんか試験があって、はい。それで合格して、試験成績のいい人から自分がいいところを選んでる。ええダメですね。うん。ー、青いもん青いもんなはい。僕はもう無理です。多分紙破いて帰ると思います。それ試験に受かって点数取ったらその雲仙という名前は告げるんですか？それは自由なので、あ、へえ。どんな名前にしても。ああ、そうか。まあ、継いだというか、まあ、自分の雲仙という店を作ったということになるんですね。ああ、そうなんや。そうなんですよ。なんか一時期屋台がなくなるんじゃないかとかね、いろいろありましたけども。いや、だって俺、はい高校卒業して、はい卒業旅行行こうって福田と、はいあともう一人 W の森君っていうのと、3人で卒業旅行行こう言って、福岡の屋台が食べたいって言って、その18、19の若造が、はいはいはい。なけなしの金握って、うんフェリー乗って屋台来てんから、俺。でで屋台の天ぷらを食べて、うん美味しくていっぱい食うてもうて、はい金が全部なくなって、当時その辺の公園に寝泊まりして、そんぐらいちょっとやっぱ屋台熱がそうそあってんですう、ね。そう。そりゃ一人でしっぽり行きますわな、うんそんだけそうやろあったら。でやっぱこのすごく仲良くなりますからね、うん屋台って本当によく言うんですけども、知らないおじさんが隣もいるのは当たり前で、うんでも本当みんなで喋る。そうやんな。ここで笑いますよ、ここでおじさんあはははつってめっちゃ近いっすよ。でも嫌、それが嫌じゃないっていうそれが嫌じゃない。人と人の距離が近いのがやっぱ屋台ですから。不思議よね。これ多分今聞いてる皆さん行きたくないんじゃないかな。ねえ、何で知ったんですか、ここは。西山さんの紹介です。あ、西山さんの、はい。アドバイザーのアドバイザーの。カモフラージュ西山さんの。あ、餃子もいただきました。でも今、福岡に屋台って何軒ぐらいあるの？今どのくらいあるんですかね。さすがに昔からは減ってんの？うちの焼きたてでやってるところはですね、400件弱ぐらいあって、 400軒昔は。今はですね、100件多分ない。あ、4分の1そんぐらになないに減ったったんですね。んですね。でも、言うても、今、うん言うたら今ここをもし閉めた場合、ここでやらせてほしいっていう人は、もういっぱいいるわけでしょ。そうですね、まあ、ここで買うかわからないですけど、今、新しく工房の最中なんですよ。あちょっと知り合いが工房で応募してるんですけど、はい10倍以上10倍以上あ、だからやっぱりやりたいって手を挙げる人はたくさんいそりゃそうるんですよね。やわ。だって、こんだけ人気や、屋台自体人気あるから、やっぱ。だから今インバウンドで、なあ。そのお客さんもやっぱ福岡に来る目的、うん。やっぱ屋台って結構占めてますかうん。らね。いや、そうやと思うわ。そもそも海外ってほら外で酒飲めなかったり確かに。するじゃないですか、うんこんな堂々と外でしかも割とね、ちょっと遅くまで寝れるし。飲めるとこってなかなかないから、あと日本でも屋台でこんだけあるとこないやん。ないです。はい、ありました。さあ来ました。こちら一口餃子かな。これはうわ、うまそう。これうまそうでしょ。ちょっとインサートピックしてもらっていい？はい、インサートいきましょう。これあれ一口餃子ってさ、やっぱ博多発祥なの？なんか鉄板、まあ一口鉄板餃子みたいな。我々ずっとね一口餃子ですよね、社長ね。ですね。おそらく博多の発祥じゃないかなと思います。あー一口餃だからスナック感覚ですよね子。ですね。あだから食って飲んで最後に瓶ビールと餃子とかあ。ラーメンまで行かずにラーメンはちょっとねええな。そうか。餃子やったらいけるみたいな。はいでも最後はもうビール飲もうか。ぜひぜちょっといいですか？ひ一口餃子もいってください。熱々の。これだってこのナポリタンみたいな鉄板に乗ってるのも割とないやん、他の地域。そっかないよ。確かに鉄板に乗ってることないもん。お皿やもん、餃子は。結構鉄鍋餃子とかもねんこちらあったりしますからね。さあ徳井さんいってください。うわうまそうにまた食うわ。いかがですか？めちゃくちゃ熱いでしょ。うまい。嬉しい。これが
福岡県民は本当よだれ垂らして喜ぶんですよ。ね、うまかろほらってね、社長本当あとハイボール3杯ぐらい飲んでたら多分こうやって言ってますよ。うまかろうがね。この表面のパリパリとはい中のジューシー、はいニンニクの香り、はい。抜群のバランスですねこれ。嬉しいこと言ってくれますね。今回の、福岡の音が、はい黒瀬が食べる雲仙さんの餃子の音です。いや、そうだね。今ここのが上かばっかりだから。おう。うまい。うわ、美味しい。めちゃくちゃうまいですね。俺今まで食ったこの福岡の餃子の中で一番うまいぐらい。うわ、何このカリカリ。マジでうまいっすね。うまい。カリカリで、本当中がちょっとね、トロトロしたかのような、こりゃうまいわ。で噛んだ瞬間にこのニンニクのね香りがふわっとくんのよ。ねえ。これ持ち帰りあったら買いたいぐらいだ。うわうまっ。うまい。でしっかりめに味がついてるから酒に合うね。合いますね。いいのかな、こんな。これでお仕事。お前なんなんこの仕事。本当に何なんだろうっていう。だけどそれはもう川津社長のご厚意で今回はやらせていただいてるんですよ。こんな黒順みたいな元クソヤンキー以外でこんなお酒飲ましてもうてまあありがたいですよ。ラジオやらせてもうて、はい本当ありがたいの。本当ありがたい。確かにね。土下座してほしいわどこで？ここで？スポンサーさんに。相手も困るでしょ。俺が急にこれ出して。いや最近ラジオ聞いてたら、はい黒瀬さん情報がちょいちょい間違ってたり、はいちょっと福岡情報が更新されてなかったりっていうのがちょこちょこあったんで、これはちょっともう福岡に来てもらってちょっと黒瀬さんの情報を更新してもらいたいなっていう思いもあって、ちょっと福岡来てくださいっていう今回の回になったんですよね。あんまり福岡来れてないんですか黒順。あんまりどうですか。いや前ほどはやっぱりそらいかんで黒順だってしょうがないじゃないか。はえなりえなりやん。お仕事が減ったんだ。あこっちのはい。鍋風呂にやられてんの。ナビプロにもやられてますしね。まあ私自身もなんかいろいろありますけど。それはどうもそれは俺だっていろいろあった。そうか。我々はね。みんないろいろあると、みんないろいろあるとよ。本当よ。傷つきながら生きていこう。ね。はみたいな。なんで俺も？みたいな。やめんしゃいよそうやめんしゃい。どげんかしとった。今どげんかしとった。憎むのは自分たい。おい、よかこと言う。この人はどこの人かよ。京都に飛ばい。京都に飛ばいじゃないんですよ。すみません、やっぱちょっとたまに間違えたことをね言ってしまいますよね。だから福岡来ていろんな情報を得てから帰れっていうことですよね、社長。はい。すぐ捕まえるくせに。社長いつもこの辺で飲んでるんですか。この辺ですね。天神が多いですか。みんなやっぱ天神なの。天神と中洲はいいです天よ。神博多駅から天神の間で飲むことが多いですかね。1軒目は。で自然と中洲の方にみんなぐーっと集まっていくんでなんででしょうね。最終的にはそこの中で誰かに必ず会うっていう、それ中洲の方がなんかディープなお店が多いってことですか。まあ、いわゆる2軒目3軒目のお店が中洲の方にぐっと集まってるんで、食より飲みの飲みの方が中洲が多いですね。多いですねは。でも西中洲とか行くとまだ食とかもね。そうですね。お食事のところと、まあ飲み屋さんも今最近多いですけどね。なんか気がついたらいつの間にか中洲の近くにいたりしますよね。ですねあれみたいな。このスナックいつ使ってんのかな。ありますよね、あれ。俺いまいちその天神と中洲の位置関係がよく分かってないけど、隣ってこと。隣もまあ隣
なんて言ったらいいんですかね。まあすぐ近くですね、うん歩いて10分ぐらい、ああ、じゃあ本当に。はい、でその先に博多駅があるようなでも流れていけるんですね。ですね。博多、中洲、天神みたいな感じですね。だからちょうどいいですよ。天神で飲んで、中洲に行って飲んで、博多駅に行って帰るみたいな。あとかやっぱそういう流れが今できてますよね。河原町で飲んで祇園に行く。あ。ああ、わかりやすい。京都で言ってくれた。京都で言うとね、そういうことですね。そういうことです。はいはいはい。僕はちっともわからなかったですけど。だから僕も分からなくて河原町、木屋町あたりで飲んで、最終祇園のね、ちょっと穴場のバー行って終わるみたいな。祇園もなかなかね、京都止まりがないから。そうやんな、吉本は祇園の花月があるから、芸人さん来んねんけどね、なかなか毎月行ってますよ。なかなかね、うん飲むってことないもんね、祇園では。どうですかこの福岡、その京都出身の徳井さんからして、この福岡の好きなご飯ってあるんですか？福岡来たらこれ絶対食べるみたいな。目ん玉があります。あ、明太卵焼き。目ん玉という。いやさあ、明太卵焼きです。ー、綺麗に。こんなんも難しいんやろな。こんなんしようとできへんもんな。あ、やっぱ紅生姜なんや。卵焼きに紅生姜ってあんま。まあそうです。これはまあお店によって、あはい、合いますよね。もちろん大好きでございまうまい。紅生姜。す。え、そうなんですね。ここ発祥。ええー、これすごい。明太卵焼き発祥。発祥。今だって日本全国ねありますもんね。どこでもありますよ。発祥でございます。そうなんや。ぜひぜひ。ちょっとじゃあ発祥の味をいいですか、熱々をちょっと。はい。これは、コック行ってください、明太卵焼き。あ、うまい。うまいです。きくらげも入ってるんですね。プチプチに加えてのきくらげのこのコリコリ、卵のふわふわ。うまい。めちゃくちゃうまい。うまっ。うまい。うまいわ、うまっ。バランスめちゃくちゃ良くない？めっちゃいいですね。歯触りがいいですね。これこの明太の味が。明太と卵のバランス間違うと卵ばっかりになるねんけど、めっちゃこの割合がすっごいいいの。ちょうどいいですね。贅沢ですよ、この明太の量。そちら行ってますか？あ、もう一個来ると思います。はい。なんだっけ？なんか俺聞かれたよ。何でしたっけ？そう、京都でおすすめの食べ、いや、聞いてますよ。いや違うよ。聞いてないよ。全然聞いてないですよ。おかみさん。おかみさんが聞きたいだけですよ。なんだっけ？なんか福岡に来たらこれを食べるよっていうのは何かありますかっていう。それはで屋台はさ、はい。その常連さんとかいるやん。うん。そのやっぱり紹介してもうてとか連れてってもらわないとやっぱり行けないの俺らはやっぱり。やっぱちょっと入りづらいみたいなところあると思うんですか？どの店選んでもいいか分からへんし、その常連さんいらっしゃるから、空気感が分からへんからなかなか行きづらいっていうのがあるので、よく行くのは吉田、かっぽ吉田の鯛茶漬けのありがとうございます。あそこをミュージシャンの人から教えてもらって吉田さんはもうしょっちゅう行かせてもらってます、はい、僕高校の先輩なんですよ。あ、そうなの？吉田さん、はい。鯛茶漬けも最高ですよね。最高よ。このイカもまたうまいし。イカももうびっくりして、時間があって行けたら必ず行ってますね。そういうの嬉しいですよね。社長なんかあるんですか？徳井さんにおすすめしたいお店だったり食べ物。食べ物で行ってほしいかな。水炊きですかね。ああまあね。それはそう言いますよね。水炊きうまいですよね、あの方のね。うまいです。うまいんですよ。あれなんなんやろ？福岡は結構
取り入れるのもうまいし、アレンジもうまいんですよね。だからもう地のものだからこれしかダメっていう感じじゃなくて、いろんなところから取り入れて、で博多式にそれを変えてっていうのが非常に特徴的かなと思うんで、それめっちゃ思うんですよ。なんかはい素材のうまさやったら北海道も美味しいけど、いやそうなんですよね。博多九州ははい素材も美味しいし、はい調理法でがっつりこうパンチある調理法もするやん。そうなんですよ。それがすごいなーっていう。だからもう、まあ、これ来週話してますけど、醤油メーカー多分日本で一番多いです。これ激うま。おお。じゃあちょっとね、今特の YouTube 用のインスタ、はい。でこれを食べて、でこのパンはソースにつけて食べるんですね。はい。うまい。この味付けの絶妙なこと。ちょっとパンもソースつけていっちゃいます。バターとはい。醤油の味とそれぞれの食材の風味、絶妙なバランスで、あ、うまそれこそこれキャンプ飯とかいけそうい。いやですね。でもね、これこのもの自体を作ることできるけど、味付けの微妙なバランス、これプロじゃないと無理よ。あーまあそっか。これはまたなんかおしゃれなつまみですねこれ。ね、ワインいっちゃう感じやね。ねえ、ワインはないです。いりません、そんな。やめたんだ。あんま売れないですワイン。屋台来てワイン飲もうとは思わん。うん。な、うわどんなラジオ？うまいしか言ってないです。マジでうまい。でも黒潤はい。飲んでこんなうまいもの食ってる割にはあんま太らへんな。あ、僕ですか。変わらんな。いや結構太ってますよ。ほんま？はい。全然変わってるイメージないんだけど。今16時間開けるダイエット。あ、これ俺もあ、やってます。極力開けてる。16時間何も食わないってだから夜ご飯をまあ夕方5時か6時ぐらい食ったら次の日の10時11時ぐらいまではもう何も食べない。一緒です。一旦うん。胃袋をちゃんと空っぽにするっていう、お腹がグーって言うまで食べないっていう。でこれが意外に簡単なんですよ。まあ何もきつくない。仕事でもしてりゃ忘れてるし、そう。グーってお腹がちゃんと空っぽになる前に食べるから、前の食事が残ってるから、その残ってるやつが脂肪につくんですよ。うんうんうん。っていう理屈のあれで。だから本当朝食わなくなりましたね。うん。で食わへん方が結構楽じゃない。楽。なあ、全然楽です。体軽いし。あ、腹立つんですよね。朝からなんか飯食ってるやつ。めっちゃ朝から食ってるやんこいつ。食べないとダメですよ。本当ですか。朝昼晩。は素晴らしい。その割にはね。あ、いやもうそっか。そうですよ。カモフラージュされてるから。ちょっと細く見えたのかもしれない。そのカモフラか。ねえ。あ、エンディングが。エンディングもクソもないやろ。こんな1本目エンディングが来ちゃいました。はい。はい。これはもうなんか総じて福岡の音っていう感じですかね。そうね。福岡の屋台の風景。こうやってなんか気さくにいろんな人とおしゃべりができるっていうのを皆さんにね聞いていただけたらね、よかったなと。そういう回ですからね今日はね。さあ行きましょう。番組の感想はハッシュタグ新福岡でポストしてください。新福岡はすべてカタカナです。この番組は放送翌日の19時からスタンド FM でアーカイブ配信をします。ぜひチェックしてください。この番組ではリスナーからメールを募集しております。コーナー福岡の音、番組を聞いての感想など何でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で sfukuoka@kbc.co.jp こちらまでよろしくお願いします。メールが読まれたリスナーさんには博多花みどりさんのレトルトカレーをプレゼントします。ラジオネーム、住所、電話番号を記載の上送ってくださいと。いかがでしたか、社長。まあでも福岡の良さが、まあこういう形で伝わればということが趣旨なんで、うん、いいんじゃないでしょうか。ねえ、はい。だから多分これを
例えば聞きながらお酒つまんでいただくとかね。ですね。ね、はい運転手さん行ってみようかとか、うんそういうこともできますからね。はい。はい。小栗さんいかがでしたか。これは2本目があるでしょ。ありますよ。もちろんもう私はもねう仕事する気なんかさらさらないです。すいやいません。いや、正直言うと1本目から感じてましたよ。だって酔っ払ってたもん。もう楽しすぎて美味しすぎて。まあ、けどそれがね、社長嬉しいですよね。ですね。福岡を楽しんでくれるっていうのが、はいね、大将もそうですよね、やっぱ。福岡楽しんでくれたらね、それが一番いいですもんね。ねえ。いや、ちょっとまた来週ね、じゃあもう来週は大喜利とかしよっか、もっとラジオっぽいまあもう脳がもう動かへんの。しびれとんのよ、焼酎で。大丈夫かな。新年一発目よ。新年っぽいやん。あ、確かに。本当に皆様、ね、今年もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はパンクブーブークロセと。チュートリアル得意と。トリゼンフーズ河津です。その仲間たちです。ありがとうございました。乾杯。最高やな。 OK です。1本目以上になり最高やます。最高の仕事やな。もし一服するんならあ、一服したいです。二服しましょう。2服でもいいです。うん。